製図の基礎を学ぶ。パート1。初めての図面の描き方。本、動画の製図の基礎を学ぶは、機械製図を初めて学ぶ方が、図面の作成や設計ができるようになっていただくことを目的とし、最低限必要な図面の基礎について解説していきます。一般的に設計ができるようになるまでのステップは、大雑把に示すと次のようになります。ステップ1、図面が読めるようになる。ステップ2、図面が描けるようになる。ステップ3、設計ができるようになる。実際に図面を描くことはないですが、仕事上、図面を読む必要性をお持ちの人は、ステップ1までです。本、動画をご覧いただければ、簡単な図面を読むことができるようになるでしょう。次に、依頼者から指示された通りに図面を描く必要がある人は、ステップ2までです。本、動画で学習した後に、様々な図面を実際に描いてみることが大切です。当然のことですが、図面を描くという仕事は、学習だけでは身につけることができないからです。現代では、CAD というソフトで図面を描きますので、CAD が使えるようになる必要が出てきます。最後に設計者を目指される方の場合、図面の読み書きは最低限の必要スキルです。本、動画の内容以外にも、力学知識や製造知識など、技術的な知識や経験が必要です。このチャンネルでは、設計を身につけるために必要な様々な基礎知識について更新していきますので、ぜひ、チャンネル登録をしておいてください。製図の基本ルールを知ること。さて、これから製図の基礎を解説していきますが、最初に重要なポイントをお伝えします。それは、製図には基本的なルールがあるということです。製図では基本的なルールに基づき、線を引いたり、寸法を配置したりします。ルールを知れば、素人でもプロのような図面を描くことができます。しかし、ルールを知らずに図面を描いていると、それでも設計者なの？と疑われてしまいます。実は、大学の機械工学を専攻していた設計者でも、この図面の基本ルール通りに図面が描けていない人がたまにいます。それでも、機械工学を専攻していたの？と言われないためにも、ルールの記憶が曖昧な方は、ここで改めて学び直すきっかけとしていただけると良いでしょう。それと、もう一つ、重要なポイントをお伝えします。それは、図面は設計者の仕事の結果ということです。仕事の過程の一部として図面が存在しているように思われがちですがそうではありません。図面には設計検討の結果、得られた具体的な形状や寸法が記入されています。最終的な設計者の成果となる図面ですから、適当な描き方をしてはいけません。また、様々な人が見ることになりますので、正確に描く必要があります。これから図面を作成される方は心得ておきましょう。では、これから図面について学んでいきますが、学習しただけでは、実用的な図面が描けるようにはなりません。学習に加えて、実務経験が必ず必要です。そのため、本、動画で解説する最低限の基礎知識を学んで、実務で活用し、迷った際は、また動画を見直す、という風にお使いいただくことをお勧めします。ぜひ本動画をあなたのお仕事、そして生活にお役立てください。図面の必要性。情報を伝達する。なぜ図面が必要なのでしょうか？このような本質的な質問はとても重要です。現代では3次元 CAD や 3D プリンターを使えば2次元の図面を描かなくても3次元 CAD から出力したデジタルデータで直接的に部品を製造できる時代となりました。しかし、品質の良い部品を製造するためには図面に入れる交差といった情報が欠かせません。図面は情報伝達をするために必要です。
丸や三角のような単純な形状であれば、口頭で伝えることは可能でしょうが、実際の複雑な部品形状を正確に口頭で伝えるには無理が生じてくるでしょう。したがって、図面は互いに正確な形状を伝達し合うために必要なのです。図面があれば様々な情報を共有することができるようになります。しかし、この図面は好き勝手に書いてはなりません。図面を書くときはルールに従います。ルールを無視して、それぞれが勝手に作成すると、認識にズレが生じてしまうからです。図面のルールについては、日本工業規格、JIS の製図法で定められています。JIS の製図法の規定に従って書いた図面であれば、関わる人たちが共通で認識することができます。図面を証拠として残す。図面にはもう一つの重要な役割があります。それは、設計に関わる人同士が確認した証拠という役割です。図面には、最終的に決定した様々な設計情報が残ります。決定事項を証拠として残すことは非常に重要です。一般的に図面の右下あたりに承認欄があり、誰がその図面を書いてチェックして承認したのかがわかるようになっています。図面のチェックや承認はベテランの設計者が行います。ベテラン設計者のチェック及び承認によって図面の品質が保たれるのです。承認欄には図に示すように作成者、検図者、承認者の印鑑を押すのが慣例です。図面に変更が発生した場合も同じような手順を踏みます。図面内にある変更事項欄に変更内容と変更した日付、変更者の氏名を記入します。図面は承認欄に印鑑が押された状態をもって完成となります。押印がされた図面はこれで制作しても良いですよという正式な契約書のようなものです。したがって、印鑑のない図面は正式なものではありません。印鑑が押されて、初めて正式なものとして、社外などへ出図ができます。また、正式でない図面を社外へ出図することもあります。その場合は、必ず正式でないことがわかるように図面内に大きく記載します。例えば、業者に完成前の図面を出図して意見をもらいたい場合などです。このような場合は、図面内に検討用図面などと記載して、後に正式な図面と間違わないようにすることが大切です。以上、図面の必要性について説明してきましたことをまとめますと、図面は設計情報を伝達する、作成した履歴を保存するという重要な役割を持っているのです。この動画シリーズでは、設計図面を読めるようになるために、必要な基礎知識となる、次に示す内容を解説しています。ぜひ、モノウェブにチャンネル登録をお願いします。